こんにちは、サブチャンネルのアンゴです。サブチャンネルは極まりバカげしそうな暗号資産を探すチャンネルです。今回の暗号資産はこれです。ドーン！日本上場の元素騎士メタバーストークンとロンドコインはバカげするのか？元素って元祖と読みそうにならない？元素の意味は辞書によると、物質の根源をなすそれ以上分割できない要素のことを言い、例えば水素、酸素は元素です。なので、元素騎士と言われてもさっぱりイメージが湧かないのに対し、元素騎士なら歴史上の最初の騎士みたいなイメージが湧くので、元素騎士と読みたくなりますが、元素騎士です。元素騎士は2008年発売のエレメンタルナイツオンラインというゲームの続編です。エレメンタルの単語の意味は元素の、ナイツの単語の意味は騎士、エレメンタルナイツを訳して元素の騎士。昨年2022年11月にエレメンタルナイツの続編の元素騎士が正式リリースされ、二つの大きな違いは、元素騎士はブロックチェーンを利用してファンタジー世界の経済圏を構築することです。仮想空間の中で他のプレイヤーと協力してモンスターを倒すのは同じですが、元素騎士はゲームをプレイして暗号資産や NFT を手に入れることができ、それを売ればお金を稼ぐことができます。つまり元素騎士はプレイトゥーアンゲームです。その他、ユーザーがゲームのアイテムや建物やモンスターなどのコンテンツを作成し販売できる機能も提供します。元素騎士の暗号資産は2つあります。1つ目は元素騎士メタバース、略して MV。この動画では MV トークンと呼びます。MV トークンは元素騎士をより深く楽しむために使うトークンです。例えば、ゲームを有利に進めるための MV 限定のアイテムやパワーアップの購入や、ゲームの方針を決定するときの投票で MV トークンを使います。MV トークンをステーキングするとロンドコインがもらえるのと、サプライズ NFT が配られたり、土地のオークションに参加する権利がもらえたりなど特典がいろいろあります。チャット！これは MV トークンのシュアシャードです。プライベートセールの後の2021年12月から2022年1月に分散型取引所でトークンセールが実施され1枚 0.019 ドルで販売されました。トークンセールで販売された MV トークンは3ヶ月おきに 11% ずつ配布されるようになっていて、来年の2024年5月末に配布完了になります。トークンセールは開始からわずか20秒で完売する人気となりましたが、ある事件が発生しました。どんな事件か説明すると、トークンセールに参加するには分散型取引所の取引所トークンをステーキングする必要があるので、投資家の中にはトークンセールのために取引所トークンを購入してステーキングをし、トークンセールが終わったらステーキングを解除して売却する人がいました。しかし、取引所トークンのステーキングを解除したユーザーにはトークンを配布しないというルールが後付けで追加されて炎上しました。つまり、購入した MV トークンを全部もらうには、2024年5月末までの2年4ヶ月間、取引所トークンを預け続けなければいけないということです。このルールは投資家とプロジェクトの抗議によって撤回されました。2022年1月27日に上場し、上場発値は 0.020 ドル。翌月の2月に最高値 1.66 ドルをつけました。セール価格の87倍。2022年6月に日本の取引所のクラーケンジャパンに初上場。2023年1月にクラーケンジャパンが日本を撤退して日本未上場になった後、3月末に財布が上場を予告しました。上場日以外の最安値は2023年3月につけた 0.090 ドル。現在価格は 0.128 ドル。よって上場後に買ってガチをしている人の大半は含み損。トークンセールで買った人は配布完了まで残り半分ありますが、配布された分はセール価格の5倍から87倍で利確できています。次に元素騎士の2つ目のトークンはロンドコイン。ロンドコインは元素騎士の基軸通貨で、アイテムの購入や体力回復などゲームを攻略するのに必要なトークンです。ゲームプレイで稼げるトークンはロンドコインの方です。ゲーム内でモンスターを倒すなどしてアイテムを手に入れたら、
そのアイテムをゲーム内で売るとミニロンドコインというゲーム内通貨がもらえます。ミニロンドコインは1万枚イコール1ドルの固定レートになっていて、ゲーム内の銀行に持っていけばミニロンドコイン1万枚イコール1ドル分のロンドコインのレートで換金できます。例えば、100万ミニロンドコインを稼いだら100ドル分のロンドコインに換金できます。そして換金したロンドコインを取引所に送金して売れば現金化できます。チャート。これはロンドコインの冷やチャートです。2022年9月に上場し、上場初は 0.1 ドル。上場日以外の最高値は2022年10月につけた 0.32 ドル。2022年12月に最安値 0.0025 ドルをつけました。その後は2023年4月現在まで最安値を割らない状況が続いていて、現在価格は 0.0097 ドル。次に、ロンドコインが爆上げする可能性について。ロンドコインの総発行枚数は最初は1兆枚でしたが、99% 以上バーンされて10億枚に減少しました。これだけ聞くと、ロンドコインの希少性が増して爆上げしそうな気がしますが、今後ユーザー数が増えた場合、デフレーションしないように運営が新しいトークンを発行することになっているので、ロンドコインの総発行枚数は投資判断の材料にはなりません。また、ロンドコインはゲームプレイで稼げるトークンでプレイヤーが増えるほど配られる枚数も増え、プレイヤーは収益を確定するために売るので常に高い売り圧にさらされます。なら、なぜ2023年は最安値を割っていないのかを考察すると、原則紙も他のプレイトゥーアンゲームと同様に新規の資金を使って運営が配当トークンを買い支えていると考えられます。プレイトゥーアンゲームで効率よく稼ぐためには5万円、10万円は当たり前みたいな NFT を購入して装備する必要があるゲームが多く、運営はその売り上げを使って配当トークンを買い支えることで既存プレイヤーの配当の利益を維持しています。この買い支えは新規の資金流入に勢いがあるうちはうまくいきますが、配当を受け取るユーザー数が増えていくことで、いずれ新規の資金では配当トークンを買い支えることができなくなる欠点があります。原則資を無課金でプレイした場合、最近は時給20円前後という検証結果があるので、稼ぐことを目的に原則資をプレイする場合は他のプレイトゥーアンと同様に多額の初期費用が必要です。以上からロンドコインの爆上げが期待できないので、爆上げする可能性があるとしたら MV トークンの方です。これは MV トークンの配布先とロック解除のスケジュールです。総発行枚数20億枚のうち大半がロックされた状態から始まり、3ヶ月おきに徐々にロックが解除されていきます。16億枚がベスティングコントラクトでロックされていて、今のところまだどこにも送金されていません。チャート。赤い線は MV トークンの予想インフレ率です。予想インフレ率は1ヶ月分の流通枚数の増加ペースをもとに、その増加ペースがついた場合、1年後に何%流通枚数が増えているのかを見積もった数値です。緑色の山は流通枚数です。2022年7月からずっと17億931万枚のままなので、ロックされている16億枚も含めて流通枚数を報告していることがわかります。そのため MV トークンはインフレ率を観測することができません。次に MV トークンの今後の価格を占う上で最も重要な原則紙が今後人気ゲームとしてユーザーを増やし続けることができるのかについて、気になるのは他のプレイトゥーアンゲームのプレイヤーの様子を見ると、ゲームの楽しさよりもどのくらい稼げるかが重要という価値観が形成されているように見えます。なので、たとえどんなに面白いゲームでも、稼げる金額が少ないとプレイヤーのゲームに対する評価が下がり、離脱が増えやすくなる可能性があります。原則紙のゲーム画面は綺麗で、内容も丁寧に作り込まれていて面白いので、原則紙のプロジェクトがプレイトゥーアンゲームの価値観にどう対応していくのか要チェックします。以上、日本上場の原則紙メタバーストークンとロンドコインは爆買いするのかでした。この動画が参考になったらグッドボタンします。爆上げしそうなアルトコインを探すためにチャンネル登録お願いします。Twitter では暗号資産の速報しているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。